こんにちは、釣りキップです。今回は芝生を育てるのに必要な道具、サッチング編です。今回も自分の持っている道具もしくは新しく買った道具を使ってご紹介していきたいと思います。ではまずサッチングとは何かと言いますと、サッチを取る作業のことを言います。この作業も重要度の高い作業項目になります。そして私が感じたことになりますが、芝作業の中で一番きつい作業だと思います。ではサッチを取るこのサッチについて、少し説明させていただきます。簡単に言いますと、芝刈りなどで回収できなくなって枯れた葉や冬枯れした葉、などが堆積したものをサッチと言います。また細かい、説明はね、春のメンテナンスのサッチ項目のところで、させていただきます。では、サッチがあるとどうなるかと言いますと、通気性が悪くなり水はけも悪くなってしまいます。通気性や水はけが悪いということは、病気にもなりやすくなったり、芝生に、十分な酸素が、行き渡らなくなって成長が悪くなったりしますので、サッチはできるだけ取り除くようにしてください。ただ1年目の方はまだ根が張っていなかったり、サッチがほとんど溜まっていない、ことが多いので、基本的にはする必要がありません。2年目、もしくは3年目の方から、始めていただければと思います。では、サッチングに使う道具を見ていきたいと思います。サッチングの道具にもいろいろ種類があるのですが、我が家ではこの3つを使います。見ていただいてわかるとは思うのですが、基本的には人力で作業をしていきます。サッチングの機械っていうのもね、後ほどご紹介させていただくんですが、我が家では、面積が小さいっていうのもありますので、基本的には人力で頑張っていきたいと思います。ではまず最初に使うものは、今見ていただいているアルミの伸縮式の熊手になります。見ていただいている通り、これで芝を描いていくのですが、そうすることで冬枯れしていた倒れた芝ですね、倒れた芝を起こして、その下にあるサッチごと上にかき出していくという作業になります。これがかなりきつい作業になりますので、芝作業の中でも一番きつい、作業をいきなりしていくことになります。で、一応ポイントなんですが、作業中はできるだけグローブをしていただいて、今はね、僕もグローブしながらしているんですが、グローブしていても、手の皮がたまにめくれる時あります。それぐらいきつい作業になりますので、グローブは必ず着用するようにしてください。それと、よくコメント欄で質問をいただくんですが、このアルミの熊手を使ってサッチを集めてるんですが、なかなかうまく集まらないんで、どうやっていますかっていうね、質問をいただくんですが、先ほども説明したように、この、金属の熊手に関してはサッチをかき集めるという作業のではなくて、あくまでもサッチをかき出すという目的のために、作業をしています。サッチを集めることはまずかき出してからその後に集めていきますので、基本的には、この金属の熊手を使って、サッチをかき集める必要はありません。ですので一生懸命力を入れて下のサッチをかき出すということだけに集中して、作業をしてください。今も動画を見ていただいたらわかるんですが、普段は人の靴や犬などで芝生が踏まれていますので、倒れている芝をまず起こしてその下にあるサッチをかき出しているので、色が変わっている部分は下のサッチの層が、上に出てきているというふうに思っていただければと思います。次に
この道具を使って作業をしていきます。竹の熊手の大小になります。これを使って、先ほど書き出した察知を一箇所に集めていきます。この作業は先ほどの書き出し作業に比べると、それほど力はいりませんので、楽に作業ができると思います。この作業もさっきの金属の熊手も一緒なんですが、ポイントとすればあまり力を入れすぎないようにしてください。あまり力を入れすぎると、土ごと掘り返してしまうっていう感じで芝自体も傷めてしまいますので、できるだけ上にある察知を書き出すというぐらいの意識で作業していただければと思います。そして我が家では、毎年この竹のタイプを購入するのですが、外で雨ざらしで、置いているためにやはり1年ぐらいしか持たないんですね。2年目始まってさあサッチングしようかなって思った時にやはり柄がすぐ折れてしまいます。ですので、基本的には毎年購入していますね。そんなに高くないので、毎年買うようにしています。予算が、あるようでしたらプラスチック製の熊手もありますので、そんなに高くないのでね、それでしたら何年間持つと思いますので、予算に合わせて購入していただければと思います。今見ていただいている作業は、11月かな、11月ぐらいだったと思うんですが、基本的には春に作業するんですが、ちょっとねドッグランの関係でもう一気に、察知が増えてしまったのでこの時期にさせてもらってるんですが、今までは我が家では基本的には春1回ですね、もしくは、冬に軽くするっていう感じで、年1回から2回、っていうのをペースで、作業をしています。経験ある方もねたくさんいてると思うんで、春のメンテナンスなんですが、かなりの量の察知が取れますので、ビニール袋、ゴミ袋はたくさん用意していただいてもらった方がいいと思います。そしてこれが先ほど説明させていただいたプラスチックの熊手ですね。比較的高くはないので、購入しやすい金額かなと。で、大中小ってあるみたいですので、ご自身に合ったものを購入していただければと思います。そして最初に、説明させていただいたサッチングマシーンなんですけども、いろんなメーカーから出ております。で、芝生のね面積が広い方にとっては人力でのサッチングが相当きつい作業になりますので、一度機械の方もご検討してみてはいかがでしょうか。はい、ということで、芝生を育てるのに必要な道具、重要項目、サッチング編をお伝えさせていただいたんですが、もう春まであと2ヶ月を切っております。もうあとわずかですね。去年の、春のメンテナンスは3月のおそらく1日かな、1日か2日の方に、配信させていただいたんで、2月の半ばですね、3週目ぐらいの作業やったと思うので、正直あと1ヶ月半ぐらいでもう作業に入っていくっていう感じになるんですね。ですので、開封動画、今回で第3弾なんですが、あと少しだけ残ってるんですが、ちょっと間に合うかどうかっていうのが微妙になりまして、もしね間に合わなければまた春のメンテナンスの時に一緒にご紹介させていただきたいと思います。ということで、あとわずかですが、まず最初にサッチングから、草引きとかもあるんですが、まず最初にサッティングからの作業に入ると思いますので、残り作業のない期間の間に自分に合った道具っていうのを見つけていただければと思います。それでは次回、できれば、水やりですね、水やりに関しての動画っていうのを配信できたらなと思っておりますので、また次回、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。